公務員辞めるに抵抗なかったですか？めちゃくちゃありました突き詰めて何かをしたいっていうのが自分の性格だったので、一つのものを追求していきたい。美味しくないウニにミョウバンを使うから脱水されて余計美味しくなくなっちゃうからミョウバン使ってるウニで美味しくないっていう話なんで、結構やっぱちょっと勘違いされてる方結構多いんですけど、実はミョウバン自体が悪いわけじゃないんですよ。海水で始まり海水で終わるっていう。マニアック。その10月頭に3人で高知行った時に大将がブシュカにドハマりしてね、でこっちで買えないんですよ。お塩と海水ですね。それに合わせてまずお酒の方は司ボタンさんっていうお酒ですね。杜氏さんがすごい一番自信を持って作っていただいてるっていうお酒になってますので、まずこのお塩と海水と一緒にお酒の方を選ばせていただきました。これ海ですか？そうです。海の海水持ってきたの？今お魚の方を僕はお水を使わずに海水で仕込みをしてまして、基本的には火を入れる処理から脱お水っていうのを今試してやってますんで、一度冷やした海水になってますんで、しょっぱいな、本当に。はい、海水だ。しょっぱい。ただ海水なんですけど、全然飲もうと思えば飲み込めるぐらいで、でこれトマトを2日間一度ピュレにしたものを2日間かけてこして、それを一度ジュレにして裏ごししたお出汁ですね。今回田野屋さんのストレートっていうタイプのお塩を使って離水させてちょっと甘みを引き出したお出汁になってます。なのでこれはもうトマトとお塩だけのお出汁ですね。でもうそれ以外何も調味料使っておりません。これお手元のスプーンで召し上がってください。どうぞ。トマトだ。トマトだ。これに合わせてこれと同じ名字の西岡酒造さんっていう高知のお酒ですね。でこれクレっていうお酒で辛口の純米のお酒なんですけど、赤身とかカツオに合わせて飲んでほしいっていうお酒なのでキハダマグロにちょっと合わせて今回はご用意しました。ちょっとイタリアンっぽいですね。なんか塩味と酸味がバランスがいい。公務員辞めるに抵抗なかったですか？めちゃくちゃありましたやっぱやりたいものを買っちゃった。そうですね。というのもあるし、ちょっとこう自分が向いてそうな仕事だなっていうのもちょっとあって、その向いてるなって思うポイントはどこだったんですか？もうそれ一本でやっぱり行きたいというか、突き詰めて何かをしたいっていうのが自分の性格だったので、一つのものを追求していきたい。はい。
セットでブシュカいいですね。そうなんだ。いいですね、西岡さん。その10月頭に3人で高知行った時に、大将がブシュカにドハマりして、ね、でこっちで買えないんですよ。今日神奈川長いですね。長谷川さんの雷が。これ上に高知これシランさんの柚子塩ですね。僕らの場合は、はい柚子を海鮮に漬け込んで一緒に蒸発させて再結晶なんで、食べたらじゅわっと柚子の香りが香ってくるというのは特徴ですね。柚子塩って何日ぐらいかけて作られる製品なんですか？柚子塩は夏で1ヶ月、2ヶ月ぐらい。そうか、季節によってそのお願いしますリードタイムが変わるんですね。夏で塩はだいたい3ヶ月かかります。冬では5、6ヶ月うわかかってしまうので、ですね。これオコゼを海水で一瞬火を入れて、でこれは上に肝ですねと食堂胃ですねと皮面のゼラチンのところと全部丸々1匹合わせて、上から今日このブッシュ缶のチリズ、ブッシュ缶とお醤油を合わせたチリズのソースかかってますので、少し絡めながら一緒にどうぞ。うんまっ。食感のオンパレード。これどこの子ですか？これ石川です。石川。はい。へえ。これカツのまま来るんですか？これカツじゃないとやっぱりなんないですね。この食感はやっぱりカツのものじゃないと保てないですね。まあうちなんかの場合はカツのままの魚をこのまま送っていただいて、うちで締めて直前で。ケンさんでもこの食感なかなか東京じゃいや素晴らしいです素晴らしいですね。海水でこれも全部個別に火入れしてます。海水で火入れするとどうなんですか？そのやっぱり浸透圧の影響で旨味が逃げないですね。一番は。はい。処理はこの寒水っていうのに少しくぐらせてから切ってます。この酸味がうまいね。うまいっす。酸味がうまいでシャリがまたそれをすごい引き立ててくれるというか、酸味かける酸味ですよ。でも最高にうまい。コトロって言われる背中の分かれ身です。背中いいっすよね、この背中、はい。柔らかさ。ちょうどいい本当油加減ですね。筋も当たんないし。はい。小肌の味がすごいする。そう寒水でさっと脱水させてお酢で入れてるんですけど、
普段よりもそんなに酢きつく入れないで、そう酸っぱくない、はい、今まではフリジオってもう直接塩を小肌に当てたりとか塩水で試してたんですけど、それだってやっぱり結構抜けちゃうんで、どうしても。これ今日明石浦で採れたサゴシ、サワラのちっちゃいのですね。今回はフレーク塩っていうカリカリなお塩をちょっとかけてますので。食感面白いですね、フレーク。そうですね。カリッとしたアクセントに。はい。でも旨味がちゃんと。サゴシのしっとり感とレンコンのシャキシャキ。ここにフ中レーク状心だけちょっとレアめにして。サクサクザクザクバリバリ。なんですよ。うまっ。まあめっちゃ美味しい。プリプリ系っていうよりはちょっと食感ギリある感じ。これは2日ぐらい入れてるんで味なんですけど。マイルドかけるホッキがめっちゃうまい。塩味結構あるんだけど、なんかツーンとしてないんで、後半ちゃんと丸いっていうか。カリウムナトリウムポンプっていう生態システムがあって、ナトリウムは栄養素を唯一背負って細胞の中に行き来するんですけど、出る時ってカリウムがないと出れないんですよ。だから入りっぱなしだと細胞がむくんでいって、むくんだ細胞に血管がこう押し付けられて、それで血圧が上がる。だからちゃんとカリウムが入ってれば出るので、血圧も上がりにくい。半熟のイクラと、あと普通のイクラをミックスした2種類のイクラですね。海水で手でほぐして、で海水で少し83度の温度で少し1分20秒ぐらい加熱した半熟のイクラですね。イクラジュース。噛んだ時にトローンってこう流れていくような感じ、そこをめがけてやってます。西岡さんって寿司の前和食やってたんですか？和食やってました。日本料理屋。はい。うまっ。ホロホロ。コウタケってこんな食感なんだ。そうです。はい。ちょっと独特な、独特ですね、この竹自体は。ちょっと柔らかい感じ。うわでかっ。部位違いですか？これそうですね、お腹側ですね。おお
缶醤油漬け、即漬けですね。で、上からちょっとブシュカンの皮を振ってますので、一緒に召し上がってください。漬け地自体にもブシュカン入ってます。目地って言われないと絶対わかんないと思う。わかんないですね。絶対わかんない。はい、初ガツオみたいな。そう、ちょっとカツオっぽい神経締めしてる目地なんで、食感がやっぱりそっちに近いですね。すごい綺麗な味がしますね。エジカの刺身が懐かしい。今日は愛媛の赤ウニですね。で、赤ウニに今日はこれクリアっていうタイプのお塩ですね。すごいマッチしてるっていうか、なんかお互いを高め合ってますよね。このウニと塩すごい。これすごい。年一かもしれない。おお。ウニ分かりやすいですよね。うんこれ分かりやすいやっぱりウニもやっぱりどうしてもお塩だと当然こう美味しいウニだとこう旨味が引き立つんですけど、ちょっと臭いウニってあるじゃないですか。あれにお塩をかけちゃうとめちゃくちゃ美味しくないんですよ。あ、そうなんですか。ミョウバンと一緒ですね。これ要は。ミョウバンもやっぱりあれってやっぱ基本的には無味無臭なんですよ。で、ミョウバンが自体が悪者なんじゃなくて、ミョウバンって無味無臭で脱水効果があるんで、美味しいウニはやっぱりこうよく盛られてるウニ、高く積まれてるウニとかってあれってミョウバン使ってるんですよ。で、あれは美味しいウニなんで、こうミョウバンを使ってもしっかり固まってて保てるんですけど、やっぱ美味しくないウニにミョウバンを使うから脱水されて余計美味しくなくなっちゃうから、ミョウバン使ってるウニって美味しくないっていう話なんで、結構やっぱちょっと勘違いされてる方結構多いんですけど、実はミョウバン自体が悪いわけじゃないんですよ。はい、海水とクエのお出汁の牛塩汁になります。体にすごい馴染んでいく。浸透していく。銀シャリって感じ。そうですね。うまい銀シャリ。この西岡シャリ塩は、要素でいうとどういう塩を使っておろしてるんですか？ミネラルバランスがこうマグネシウムに少し偏ったもので、マグネシウムがお酢の酸味を際立たせるんですよね。酸味を引き出すっていう効果があるので、そっちにちょっとウエイトを置いた。だから本当に塩味あるんですけど、はい。ツンってしてないんですよ。はい。酸味を際立たせる塩味なんですよ。はい、だから塩っていう感じじゃなくて、どっちかっていうとちょっと酸味に寄ったけど、そんなに尖りすぎた酸味じゃないっていうイメージですかね。ウニと塩の相性がおっしゃられたようにもうすごいバッチリでしたね。ウニを本当に2倍3倍ぐらい美味しくしましたね。ウニかな、やっぱり。ウニあと最後の牛塩汁がはい。ちょっとやばかったっすね。で海水が。海水で始まり海水で終わるっていう。マニアック。はい。本当に西岡さんの技術ありき、はい今回は20種類提供しましたけど、本当にこうどれを使っていただけるかっていうのは全然分からなくて、でやっぱりその一番合うお塩を選んでいただいたっていう意味では、やっぱり自分ではそれはできなかったので、本当にこう可能性を探っていただいた、本当に有意義な回になったと思います。はい。なんかやっぱりその塩のこう魅力っていうのは皆さんこうリアクションを肌で感じられたので、はいやっぱりこう自信を持って塩作りしていけるなっていうのは思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと大変だったんですけど、でもやっぱりこう普段全くやってないからこそ、こういう組み合わせできるんだとか、そういうなんかところに気づけたし、よりなんか塩の奥深さとか、海水を使う意味だったりとか、そういうところにすごいなんか深く気づけたなっていう、きっかけにもなったなっていうところで、ちょっとこれからもどんどん、シランさんといろいろと、相談させていただきながらこう取り組んで、やっていけたら、よりいいもの、お互いやっぱりこうどんどんものも良くなってくると思うので、そういう意味では本当にすごい有意義な2日間だったなって思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。